AC でリアルなセブンの世界観っていうのは一度構築はしたんで、なんとなく AC は芯にはなるんですが、やはり AC からもう10年近く経ってるので、皆さんの記憶では AC すごいリアルだったっていうふうに思ってるかもしれないですけど、当然オリジナルのセブンからはリアルにはなってるんですけど、今のこう流れからするとそこまでリアルではない。なので、今の流れに合ったリアルさ。ただ本当にまんま人間のように作ってしまうと、おそらくセブンっぽさっていうのはなくなってしまうので、そのギリギリ、AC の頃もギリギリでやったんですが、それが10年ぐらい経って今の技術のギリギリのところの落としどころっていうのが今回のリメイク版のモデルかなと思います。自分の担当するところはまさしく皆さんが操作するプレイヤーキャラのクラウド、ティファ、エアリス、バレット、あとは、バトルで戦うエネミ、召喚獣などの 3D モデルを制作を担当しています。私が担当する箇所はですね、プレイヤーがコントロールする際のキャラクターのアニメーションですね。一番初めに見る資料がまず原作のイラストになります。原作のイラストの中でもメインキャラクターをデザインしたのがディレクターの野村なんですけども、当時野村がどのようなクラウドたちを表現したかったのか、特徴的なデザインはどこなのかっていうのを、まずは確認します。あと必ず確認するのが実際の人物の資料となります。イラストと人物の資料で役割分担があるんですけども、イラストからはデザイン性とかキャラクターの特徴、実際の人物の資料からは骨格や筋肉のつき方などを参考にします。で、参考にするときに必ずキャラクターに合った体型の方を選ぶんですけども、なぜかというとクラウドとか、バスターソードをすごい振り回すんですけど、その振り回すイメージのまま筋肉をつけてしまうとすごい膨れ上がった筋肉になってしまいます。そうするとクラウドのイメージと大きくかけ離れてしまうので、引き締まっていてしなやかな、クラウドのイメージにバッチリ合ったバレエダンサーの資料なんかを多く見てます。他にもやっぱりFF のメインキャラといえば髪型だと思うんですよ。で、非常にユニークな髪型をしているので、こちらにもすごい力を入れていて、クラウドのツンツン頭とかも、単純に毛を生やしただけだとツンツン頭ができないんですけど、コーン状にしたりとか、その至る所に工夫を入れることによって365度どこから見てもクラウドの髪型っていうのを分かるようにしてあります。キャラクターにアニメーションをつける上で、まず例えばなんですけど、クラウドとバレットを並べて、例えばお腹がかゆいなって思った時にクラウドはお腹をかくか、バレットはお腹をかくかっていうのを考えるんですね。そうすると、クラウドはかかないけどバレットはかくよねっていう、そういうのの積み重ねがキャラクター性になっていくんじゃないかなと思っています。で、例えばバレットだったら、右腕についている武器の接合部分がきっと痒くなったり痛くなったりするんじゃないかなっていうのを踏まえて、アイドリングとかで基本姿勢ですね、ずっと立っている状態、プレイヤーが操作せずに立っている状態の時に放置、バレットを動かさずにずっと見ていたら何をするんだろうってなった時に、きっとバレットは武器と腕の接合部分を気にしてかいたりさすったりするんじゃないかっていうんで、そういう動きを入れています。クラウドは例えば背中に担いでる剣がかなり重いので、あれをずっと担いでるときっと剣が気になって、なんか剣の位置をずらしたり変えたりしてっていう人間らしい動きっていうのも取り入れています。僕はカットシーンとして話をするんですけど、
まずは原作を大切にするっていうのは皆さん、気をつけてると思うんですけど、その前作の場合はその等身の低いちょっとアニメ調な表現が多くて、でそれが今回新しくデザインされたことによって、そのリアリティが増しているので、その今作のデザインに合わせた、その表現っていう、あとはその役者の演出っていうところに注力してやってます。僕はアニメーションのプログラマーで、アニメーションを作る人、アニメーターが作ったアニメをゲーム中で、再生する時の技術的解決とか、カットシーンでフェイシャルアニメーションを作るのが、メインの役割なんですけど、フェイシャルアニメーションを作るのは最後の工程で、それまでにキャラクターの顔をどうやって動かすかとか、表情をどういうふうに作るかとか、どういう技術を使ってフェイシャルアニメーションを作るかっていうのを考えるのが、僕たちの役割でした。今回モーションキャプチャーを撮るときにフェイシャルキャプチャーも同時に撮影しています。で過去に、ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンという作品を作ったときに、その時はフェイシャルキャプチャーを使わずにアニメーターがゼロから作成していました。今回はフェイシャルキャプチャーを取ってアニメーターがそこから手を加えて、そこにアクターの自然な表情を追加することで、アドベントチルドレンの時の雰囲気を残しつつ、さらに、自然に動くように作成しています。でそれとプラス、簡易的なカットシーンでは、音声から自動のリップシンクと、自動の感情エモーションを、得ることで、今まではそんなにリアルじゃなかったところも、よりいい表情が出るようになっています。それを使うことで言語が切り替わった時にそれに対応した口の動きをしっかり出すことができるので。 Looks like we're officially on for tomorrow night then. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Tu sais ce que ça veut dire? On part en mission demain. Faut qu'on aille en discuter. とあと、先ほどもあった感情の解析の部分ですね。でそれで表情が変わったり、あとは音声からだとその人が何かを声を発する時とかって眉が動いたりとか、あとその反動で体が動いたりとか、AI っていうとちょっと定義が広くなってしまったりするんですけど、今回の簡易的なカットシーンだとまずは、その会話の中で誰がどこに存在するかとか、どういう環境下で、会話をしているかとか、そういったものによって、カメラのカットが変わったり、そのどこから映すか、誰を映すか、誰が会話するときに誰を気にして会話してるかとか、そういったデータから、動きを作っていって、基本の感情は、怒り、嫌悪、恐怖、喜び、悲しみ、驚きの6つがあって、その6つの感情を各キャラクターに合わせて、最初に資料として作ることで、その資料をもとにアニメーションを作成していきました。でそれと自動の方で使ってたんですけど、感情変換モデルという、モデルがあって、それは、横軸が、幸福と不快で、縦軸が、驚きと、疲れというふうな表現の方法を全てのキャラクターでセットアップしていて、そのセットアップを、先ほど、説明したような、音声から、感情を取ることで動的にその表を動かすことで、音声が鳴っている時に動的に感情が変化するような仕組みになってます。新しいファイナルファンタジーっていうのを、皆さんに知ってもらうために、冒頭はわざとそのかっこいい、そのクラウドでバレットっていうのを見せるようなシーンにしてあります。で最後のそのクラウドのジャンプして、着地するシーンがあるんですけど、
そこは体操選手をちょっとアクターを呼んで、撮影しています。で今作で一番その思いが強くなったのがカエルです。一発目が下をビャッと伸ばすんです。これが15メートル伸びる下が。それで敵を引きつけて 2回目のこういうパンチなんですね。ジャンプパンチでそのままキックするんで、もうとにかく生き生きと動いてる。もうとにかく暴れてる。カエルの普通のこんだけのカエルではなくて、もう見たことのないような生き生きとしたカエルになってると思います。原作の世界が現実にあったらというのがテーマでしたので、当時は想像に任せていた細部や画面外の部分に対して説得性のあるディテールを考察して作り込みました。ミッドガルは閉じられた街ですが、そこに生きている人々や駆け抜ける主人公たちのドラマを一緒に体験していただくことで、ミッドガルが本当に存在しているように感じていただけるように一生懸命作りました。今回のリメイクで一番楽しかった点っていう部分なんですけども、楽しかったというか楽しい一方苦しかった部分でもあるんですけども、もちろん原作当時23年前の原作当時だったら、許された表現FF7 は当時はリアルな 3D グラフィックスでありつつも今見ると、ある程度デフォルメされた、世界だったので。今の時代のよりリアリティになる世界観に置き換えるときに当時のモンスターのデザインやストーリーや設定演出などがそのまま現代に通用するかどうかっていうのは非常に苦しんだ部分ですね。例えば魚の形をしたモンスターがなんでビルの中に出てくるんだとか、それは当時のデフォルメされた世界だったら比較的なんですかね、違和感なかったものがよりリアルなビルのグラフィックスになってくると、なんでそんなロボットだったら違和感ないんですけど、そういう生物的な兵器が突然ビルの中に出てくるのかとか、もしくは非常に100メートルもある高いところから人が落下してきたんだけど生きてるとかみたいな誇張した演出や表現とかが当時はあったのを、今作にそのまま置き換えてみたら結構違和感あるよねっていうのがたくさんあったので。それを今の現代のリアル表現になじませる作業っていうのが非常にたくさんあって、かつそれはユーザーが原作に抱いていたイメージを壊すことなくうまく現代に移植するっていう作業を非常に開発チームが気をつけてやっていたので、その辺が苦しみながらも非常に楽しんでやれたところなのかなと思っています。ライティングは、セブンリメイクの世界をどのように見せるかの最終的な役割を持っていると思ってます。そうですね、重要視している点は、今回ライティングのテーマで、レトロと、モダンのミックスっていうのがありまして、当時を知っているプレイヤーには、懐かしいと思っていただいて、新しくプレイしていただく方には新しいと思ってもらえるような、そういうバランス感を苦労しました。そうですね、一番難しかったのは、スラム街とか市街地とか街ロケと言われているところですね。気に入っているのは、E3 で使われてた、クラウドとセフィロスが対峙する、炎に包まれたシーンで、そこの緊張感とかあと場の雰囲気がうまく伝えられたんじゃないかなと思ってます。楽しんで、できることに関してはエフェクト自体をかっこよく作るということに楽しみはもちろんあるんですけども、例えばクラウドのリミット技で強切り、クロススラッシュっていう技がありまして、でそれはクラウドが動きがあって表情があって、そのタイミングがに対してそのエフェクトがピチッとはまったタイミングがテンポよく表現できた時がやっぱり楽しいというかやりがいというかというのを感じます。今作の召喚獣で難しかったところは、原作の「ファイナルファンタジー7」と比べて
表現力は上がってるんですけども、まあ上がった分非常にそのクオリティのラインが、高くなって、まあそこに行き着くのがまず難しい。で例えば昔の、イフリートは燃える、地面が燃えるとかなった場合に、オリジナルはその炎のテクスチャーを配置するだけで OK 良かったんですけど、今回その炎を配置しただけではやっぱりそのリアリティな炎が表現ができない、明るさとか重なりとか、同じのを配置するとどうしてもこう絵としてパターンになるので、自然な感じにその表現をするというところだけでも変わります。確かに昔に比べてそのエフェクトパーティクルに関しては多くたくさん自由なこう表現ができるようにはなってるんですけども、やっぱそれにこう偏りすぎるとやっぱ絵が落ち着かないというか、やっぱ完成度を求めるのが非常に難しくなる。自由にできる分そのクオリティの到達点がさらに上がって、そこに行き着くのがやっぱり難しいっていうところである。それは昔の23年前の原作プレイした人たちが、当時味わったそのセブンのこう、オリジナルのストーリーを、体験した時に味わったこう衝撃っていう部分を、現代のユーザーに現代のグラフィックスのクラウドで同じような衝撃を味わってもらいたいなっていうのは思っています。そのリアルにかつ表現力が高まったキャラクターたちに非常に感情移入してもらって、そのクラウドたちの気持ちになってミトガの世界、もしくはその、シンラとのこう対決のこうストーリーっていうのを体験していただけたらなとは思っています。